もう来ないでください。迷惑なんです。言葉が出ない。藤沢真一です。俺は69歳だ。濡れた段ボールを抱えている。肩が落ちて、背中も丸い。雨冷たいな。あなたのせいで、客が来ないんだ。何も言えない。また、見られてる。また来てるって。手が震えてる。空き缶が落ちた。誰か来る。透明の傘きれいだ。おじいさん大丈夫ですか？返事が出ない。雨の音だけだ。目が疲れてる。でも違う。何か。誰にも知られてない秘密だ。この路地に隠れてる真実が。まだ誰も知らない。俺がここにいる理由を。東京荻窪の路地裏だ。夕暮れ時で雨が冷たい。藤沢真一69歳だ。濡れた段ボールを抱えている。空き缶を一つずつ拾ってる。肩が落ちて背中も丸い。目が深く疲れてる。路地裏は暗くて湿ってる。アスファルトに雨粒が跳ねてる。古いビルから水が落ちてる。手が震えて指先が冷たい。段ボールが妙に重い。昔は賑やかだったな。笑い声もあったのにな。今は誰も通らない。ただ黙って拾うだけだ。一つまた一つ。音もなく拾い続ける。誰か来た。透明の傘は介助性だ。宮崎沙織26歳らしい。会社帰りだろうな。俺をじっと見てる。濡れた背中震える手。胸が痛むようだ。足が止まった。傘を傾けて近づいてくる。おじいさん大丈夫ですか？声は優しいな。でも顔は上げられない。雨音だけが響いてる。傘に当たる落としの音。もう一度聞かれた。家に帰る途中ですか？やっと顔を上げた。目はどこか遠くを見てた。いや片付けてるだけだ。声は静かで何か隠してる。沙織は違和感を感じた。ただの空き缶拾いじゃない。手には古い傷がある。働き者の手だ。でも今は力が入らない。その目に映るのは諦めだ。雨が強くなってきた。風も冷たい。また拾い始めた。沙織から目をそらすように。背中で何か語ってる。路地の奥に古い看板がある。文字がかすれてる。藤沢と読める。沙織はそれに気づいた。でもまだ意味はわからない。震える手落ちた肩遠くを見る目。すべてが何かを示してる。雨の音だけが二人を包む。答えのない問いが漂ってる。空き缶が手から落ちた。カランと音がした。缶の間から紙が落ちた。風に舞っていく。沙織の足元に落ちた。拾い上げた濡れた紙だ。インクが滲んでる。でも文字は読める。閉店のお知らせって書いてある。沙織の目が大きくなった。紙をじっと見つめてる。これ藤沢や。声が震えている。新一の手が止まった。背中が固まった。沙織は髪を向けていった。昔この辺りにあった和菓子屋さん。顔を上げないまま肩が震えた。もうないんだ。短い言葉沈んだ声。長い年月が滲んでる。表情が網みたいに冷たい。沙織は紙を見直した。日付平成28年3月31日。もう8年前だ。紙は色あせてる。胸に疑問が湧いてくる。なぜまだ持ってるのか。なぜここにいるのか。新一はまた拾い始めた。でも震えがひどい。そこへ商店街の会長が来た。60代くらいの男だ。傘を持って顔が曇ってる。ああまたここに。困惑した声だ。新一は視線を落とす。背中がさらに丸くなる。お客さんが嫌がるんですよ。
会長の声が強くなる。できれば違う場所へ。沙織の顔がこわばった。信じられないという表情。嫌がるって。ただ歩いてるだけなのに。会長は首を振った。問題が起きたら困るんです。責任は負えませんから。言葉は冷たい。でも目には申し訳なさがある。新一は何も言えない。ただ立ち尽くしている。沙織の拳が震えてる。怒りと悲しみが混じってる。会長は去っていった。足音が遠ざかる。また静かになった。沙織は新一を見つめる。背中があまりにも小さい。段ボールが手から落ちた。缶が散らばった。カランカランと音が響く。新一は動かない。ただ雨に打たれてる。沙織は気づいた。これは単純じゃない。もっと深い何かがある。震える片落ちた段ボール。散らばった缶。全部が語っている。この人には消せない過去がある。この路地に縛られている理由がある。疑問がどんどん膨らむ。なぜこの人はここに？なぜ追い出されるのか。雨は強くなった。路地裏はさらに暗い。新一はゆっくりしゃがんだ。拾おうとしても力が入らない。沙織は傘を差し出した。雨音が傘に当たる。新一は顔を上げない。ただ拾い続けている。その姿が胸に刺さる。沙織の目に涙がにじんだ。でも言葉は出ない。何を聞けばいいかわからない。路地裏の奥に看板が見えた。藤沢屋と書かれてる。文字はほとんど消えてる。沙織はじっと見つめた。答えはきっとそこにある。そう感じた。会長は立ち去らない。腕を組んで俺を見下ろしてる。何度も言いましたよねって声だ。ここは商店街の入り口。俺は黙ってひよってる。背中が小さくなっていく。若い男が近づいてきた。隣の店の店主だ。また来てるんですかって苛立ってる。客が不安がるんですよって言う。沙織が驚いて見てる。何もしてないのにって声が出た。会長は首を振る。見た目の問題商売の邪魔。冷たい言葉だ。でも目は困ってるようだ。店主が続けた。前にここで倒れたでしょって。救急車も呼んだって。手が止まった。缶を落とした。沙織の胸が痛んでる。もし何かあったら誰が責任取るんですか？声が強くなる。会長がため息をついた。藤沢さん、昔のことは忘れてください。もうあなたの店はないんです。言葉が刺さる。肩が震える。顔は上げられない。通りかかった女性客が言う。あの人いつもいるわよね。怖いわよねって別の声。ひそひそ聞こえる。沙織の拳が震えてる。怒りがこみ上げてる。会長は明日から来ないでと告げた。警察に連絡しますって。足音がどんどん消える。店主も去っていった。静かになった。沙織は俺の横に座った。雨が二人を濡らす。涙が一つ落ちた。すまないって声が震える。もう来ちゃいけないんだ。沙織は何も言わない。ただ傘を差し続けてる。路地の奥で看板が揺れてる。藤沢屋文字は消えそうだ。手が地面に触れてる。力が抜けていく。もう拾えない。周りには誰もいない。冷たい雨だけが降っている。なぜここまで追い詰められるのか。味方が誰もいない。でも理由があるはずだ。震える肩うつむいた顔。完全に孤立した姿。雨の中に浮かんでいた。雨足が強くなった。風も冷たい。立ち上がろうとするけど足に力がない。壁に手をついた。肩が大きく上下してる。顔が蒼白だ。
沙織が急いで支えた。大丈夫ですかって声が震える。俺は小さくうなずいた。でも目に力はない。中年の女性が通りかかった。まだいるのねって刺すような声。振り返りもせず去っていく。手が震えてる。壁をつかむ指に力がない。沙織の胸が締め付けられてる。こんな仕打ちあるのか。俺はゆっくり口を開いた。ここは俺が消えた場所なんだ。声が途切れそうだ。消えた場所。沙織は俺の顔を見た。でも俺は濡れた地面を見てる。それ以上言えない。目には諦めがあった。雨が強まってる。水たまりが増えていく。足元に古い看板の破片。負の字座見えた。それを拾い上げた。手が震えてる。胸に抱きしめた。沙織は息を飲んだ。ここは特別な場所。涙が落ちた。雨と混ざって流れていく。雅子って小さくつぶやいた。誰の名前だ。沙織は何も聞けない。俺は壁にもたれた。ゆっくり座り込んだ。あまりにも小さく見える。69歳の老人なのに。雷が鳴った。一瞬路地が明るくなる。顔が浮かんだ。深いしはうつろな目。でも奥に何かがある。消えかけた光。かすかないし。破片を指でなぞる。ここで全部終わった。でも、言葉が途切れた。沙織は待ってる。傘を差し続けながら、顔を上げた。沙織の目を初めて見た。でも俺はまだ。また言葉が止まった。迷いが浮かんでる。立ち上がりたい。でも立てない。一度二度三度。それでも立てない。顔が歪んだ。悔しさがにじむ。沙織が手を差し出した。でも首を振った。自分で立たなきゃ。決意が弱いけど確かにある。4度目の挑戦。壁に手をついてゆっくり立ち上がる。膝が震えてる。でも立てた。沙織が息を飲んだ。諦めない強さ見えた。俺は震えながら立ってる。でも現実は変わらない。雨は降り続けてる。助けは来ない。商店街の人の冷たさ。破片を握りしめた。まだ終わってない。雨音に消えていく。でも沙織には聞こえた。路地は暗いまま。でも背中がさっきよりまっすぐだ。変わらない現実と変わろうとする意志。雨の中で交わっていた。雨が止む気配がない。二人は自販機の下で雨宿りした。風が冷たい。俺は壁にもたれてる。沙織は横に座った。何も聞かない。沈黙が続く。雨音だけが響いてる。昔なって小さく口を開いた。この路地の先で藤沢屋をやってた。女房の雅子と40年一緒にだ。沙織が息を飲んだ。初めて聞く名前だ。目を閉じた。記憶の中に戻っていく。あの頃の朝は早かった。暗いうちから二人で起きた。小豆を炊く音香り。湯気で窓が曇る。雅子はいつも笑ってた。今日もいい色ねって声。店先の赤いのれん朝日に揺れる。お客さんの声笑い声。雅子の優しい声。忘れられない。目を開いたら雨の路地。あの暖かさはもうない。笑い声も香りも消えた。雅子が倒れたのは春だった。桜が散る頃。店を続けようとした。でも一人じゃ無理だった。あんの色が変わった。まんじゅうの形が崩れた。客足が減った。そして雅子は言った。最後の営業ビューが降っていた。閉店の張り紙震える手。ありがとうございましたって書いた。雅子の声が聞こえた気がした。お疲れ様って優しい声。壁を見つめた。
あの日から8年。心は止まったままだ。あの路地から動けなかった。沙織は俺の横顔を見てる。深い悲しみが浮かんでる。雅子は言ってた。小さな優しさが人を救うって。まんじゅう一つにも心を込めろって。でも俺は守れなかった。涙がにじむ。破片を指でなぞる。信じてたもの温かさ積み重ね。全部消えていった。何も残らなかった。目を閉じる。雅子の笑顔が浮かぶ。また明日も店を開けましょうね。その声がまだ聞こえる。胸が熱くなる。忘れていた何かが動き始めてる。雨音が優しく聞こえる。雅子の声みたいに。沙織を見ると目に光があった。雨音が小さくなってきた。でも動けない。沙織が静かに聞いた。店を閉めたのは借金だけじゃ。俺は首を振った。雅子を見送った日点で泣いたんだ。声が震える。客にも商店街にも弱さが見えた。もう無理だって顔された。客足が一気に途絶えた。手が震える。情けなかった。守れなかった。あれで全部終わった。ポケットから封筒を出した。濡れてふやけてる。震える手で開けた。便箋が一枚入ってた。文字が滲んでる。雅子が最後に書いたものだ。慎重に読み上げる。新一さんありがとう。40年幸せでした。お願いがあるの。店のこと忘れていいのよ。あなたは十分頑張ったから。声が詰まる。続けられない。沙織の目に涙が溢れた。便箋を畳んだ。でも俺は忘れられなかった。店を守るって約束したのに。雅子との思い出が詰まった場所。封筒の裏を見せた。商店街の皆様へって小さな文字。雅子が書いたんだ。俺が倒れた時助けてくれた人へ。会長も店主も救急車を呼んだ。最後まで気にかけてくれた。静寂が落ちた。商店街は冷たいわけじゃない。心配してたんだ。でも俺は気づかなかった。自分を責めるばかりで。便箋を胸に抱いた。あの日泣いたのは、雅子に恥じた姿だった。それから誰にも会えなかった。恥ずかしくて情けなくて。沙織が肩に手を置いた。顔は上げられない。路地の奥に看板が見える。藤沢屋の文字。すべてはあの日から始まった。雅子を失った日から。俺はここから動けなくなった。雨は止んでるのに。心の雨は止まらない。雅子の優しさ許し。それが俺を縛っていた。守れなかった約束。消えた笑顔。でも沙織は気づいた。俺は逃げてるんじゃない。雅子との約束を守ろうとしてた。苦しい方法で間違った形で。でも愛だったんだ。震える手うつむいた顔。全部が物語っている。真実は痛みの奥に隠れている。雨が完全に止んだ。夜の路地に静けさが戻る。沙織が立ち上がった。自販機へ向かう。ボタンを押す音。温かい缶コーヒーが2つ出た。1つを差し出された。終わってなんかいません。優しくて強い声だ。顔を上げた。でも手は伸びない。沙織は続けた。おじいさんの和菓子。覚えてる人絶対います。胸が揺れた。沙織が缶を押し付けた。これはただの飲み物じゃない。もう一度立ち上がれっていう。誰かのメッセージです。震える手で受け取った。温かさが手に広がる。沙織の目はまっすぐだった。嘘がない光がある。胸が熱くなった。誰かが俺を信じてる。缶を握りしめた。温かさが体にしみる。雅子さんもきっと。そう思ってますよ。
その言葉で涙が溢れた。悔しさじゃない涙。悲しみだけでもない。温かさが混ざってる。便箋を取り出した。もう一度読んだ。店のこと忘れていいのよ。あなたは頑張ったから。雅子は最初から許してた。せめてなんかいなかった。せめてたのは俺だけだ。雅子ごめんな。ずっと間違えてた。便箋を胸に当てた。もう責めるのはやめよう。静かに言い聞かせた。沙織はうなずいた。自分の力で立ち上がった。膝は震えてる。でも立ってる。路地の奥に看板が見える。藤沢屋。終わりじゃなく始まりかもしれない。缶を開けた一口飲んだ。温かさが心まで入る。沙織も缶を開けた。二人は並んで立ってる。夜空が少し明るい。雲が切れ始めた。笑ってしまった。何年ぶりだろう。自然に笑えた。沙織も笑った。二人の声が路地に響く。静かで優しい音。看板を見つめた。また作れるかな。小さなつぶやき。確かな希望があった。作れますよ絶対に。甲が目に戻ってる。便箋をしまった。もう呪縛じゃない。励ましで愛なんだ。深く息を吸った。冷たい空気でも心は温かい。街灯の光が二人を照らす。影が寄り添ってる。新しい一歩が始まろうとしてる。雨が止んで翌日のこと。朝の光が路地に差し込む。空気は冷たく澄んでる。古い看板を抱えて歩く。藤沢屋と書かれていた。一歩また一歩。足取りは重いけど止まらない。胸にしっかり抱いてる。雅子との思い出の板。朝日が背中を照らす。影が長く伸びる。数週間が過ぎた。世田谷の小さな路地。古い建物が並んでる。朝の静けさ。一軒の小さな店。入り口に手書きの札。本日、再開。藤沢屋。文字は震えてるけど丁寧。沙織が通りかかった。足が止まった。札を見つめる。目が大きくなる。店から甘い香り。小豆を卓に置い。懐かしい温かい香り。窓から湯気が立つ。朝日に白く光る。店を覗くと新一が働いてる。白い割烹着手を動かす。あんを丸めている。一つ一つ丁寧に。心を込めて。手はもう震えていない。確かな動きだ。顔に小さな笑み。穏やかな表情。窓辺に写真が飾られてる。雅子の写真だ。優しく微笑んでる。ふと写真を見る。手を止める。静かに頭を下げた。ありがとうって聞こえる。また作り始めた。のれんが風に揺れる。赤いのれん。新しいけどあの頃と同じ色。あの頃と同じ場所。沙織の目に涙。でも笑ってる。店の中に光が満ちる。朝日が差し込んでる。せいろから湯気が上がる。その光の中に新一がいる。もう孤独じゃない。もう消えた人じゃない。生き直している。また始めている。路地を歩く人が増えてくる。朝の時間。老婦人が足を止めた。札を見て顔がほころぶ。店に入っていく。次々と人が来る。懐かしい顔、新しい顔。新一の饅頭を待ってる人たち。店の中に笑い声。温かい声が響いてる。俺は手を動かし続けた。一つ一つ包んでいく。雅子に教わったように。朝日が店を照らす。金色の光。その中で微笑んでいる。人生は続いていく。痛みの後にも。失った後にも。
また歩き出せる。また笑える。手は止まらない。丁寧に優しく。生きている。のれんが揺れている。赤い色が朝日に映える。その向こうで新しい一日が始まる。